はい、皆さんこんにちは。今日もスペシャル対談のお時間です。今日のゲストはなんと僕をトランプさんにつなげてくれた J 相葉さんです。どうも。いや、ありがとうございます。フロリダでありがとうございました。いや、フロリダありがとうございます。思いのほかすごいバズっちゃって伺いましたそうですよね。もういろんなところが取材であり、怪しい DM ももちろん来ましたし、ちょっと大丈夫かと、直樹も今後どうなっちゃうのみたいな今状態になっちゃってるんですけど、つなげてくれた張本人ですよ。何者だっていう感じでおそらくなると思うんですよ。そうですね、多分誰っていうだからそうですよね、ほとんどだと思いますね。だってそれこそ石破総理より早くトランプに接近できるなんて、って感じじゃないですか、世間では。そこをちょっとね、僕たちでじゃあ本当の裏の話をしましょうよっていう。わかりました。いいですかね。はい、まあちょっともちろん相葉さんのことを知らない方のためにちょっと経歴、僕も正直ねそこまでめちゃくちゃ詳しく知ってるわけじゃないので、軽い経歴いいですかね。わかりました。本名は相葉弘明と言いまして、アメリカでのミドルネームが J と呼ばれているので、あっちではJ 相葉で通って呼びます。で、2015年から今のアメリカの共和党系の大きな圧力団体というか支持母体で最も大きいアメリカンコンサバティブユニオンという団体があるんですね。略して ACU というんですけれども、この ACU の日本側のカウンターパートとして2015年にジャパニーズコンサバティブユニオンJCU というのを立ち上げて、そこの今代表理事をしているというのが経歴なんですね。コンサバティブって言ったら、まあ日本語で言うは保守系ということですね。それをもともとやる前に2012年からワシントン DC にある共和党の全米委員会、共和党の本部ですね、全米委員会のアジア担当の顧問としてずっと当時共同議長をしていた方についてですね、アジア関係のいろいろなこの情報提供したりとかというお役目をいただいていたので、そこから上院議員、下院議員、そうしたライフル協会とか ACU とかいろんなところの団体の代表を教えていただいて、そこでアメリカの人脈が広がっていったっていう。僕が行けたこの祝賀パーティーっていうのがその CPAC。はい。で、まあこれちょっと分かりやすく。このアメリカンコンサバティブユニオンが数十年にわたって開催している政治イベントなんですよ。最初始まった頃はもうほんと数十人ぐらいだったのが数百人になり、で、彼らの実績としてロナルド・レーガンを大統領として世に押し出したところで一気に爆発して、今では世界最大の政治イベントになってるんですね。で、その日本版を2017からスタートしてるんですよ。この CPAC の運動をアメリカ国内だけに留めておいてはダメだよと。リベラルは左翼の人たちはもうやる気があるから世界中にネットワーク持ってると。グローバリズムなんて、その最たるもので、もう世界中にネットワーク持ってすごいスピードでやってるのに対して、愛国者の人たちとか保守の動きというのが一国の動きだけでとどまっていては何の加速力も持たないから、アメリカの運動を世界に広げなきゃダメだと。まず日本でこれをスタートさせるので、世界中で CPAC をスタートしていこうと。グローバリストじゃないけど、そういうムーブメントと戦う、要はまともな意味で健全な愛国心を持ってる人たちをどれだけ増やしていけるかっていう、そういうことですよね。右翼とかするんじゃないですね。愛国心のない奴らがある意味世界をかき回してる、今の流れがやっぱあるから、それに対抗するってことですよね。対抗するための運動をアメリカに提案して受け入れてもらって始めてる運動がこの CPAC の世界的なムーブメントですね。で、それの日本代表ということですね。日本で、はい、最初のスタートしました。なんでそもそもそんなとことつながれたっていうか。もともと私はこれネットとか調べると出てくるんですけれども、宗教法人の幸福の科学というところで職員してたんですよね。で、そこが2009年に幸福実現党という政党を作りました。で、私はその瞬間で最初の頃の党首を実はしてたんですよ。カリスマ性がありすぎて大人気になっちゃったっていう、あれはでも事実ってこと、党首になったっていう意味では。それもまたね、そうかもわからないですし、自分で言うのはね、自分で言うことでもないですし、人間の団体ですからね、そうはいった難しいところもあって、いろんなとこからなんかこう難しい言葉が飛んできて居心地が悪くなりましてですね俺でちょっといつまでもここには入れないな。それはなんか一般的にやっぱ見てる人たちはなんか宗教怪しい怖いとかなるじゃないですか。そこはですね、私がいた感覚で言うと変なところではなかったです。シンプルにそんないわゆるオウムみたいなそういうところではなかったのは確かですね。ある意味こうピリオドの向こうが見たいというか、こう本当のことが知りたいみたいな、真理ですよね。そう、真理の探求したかったんで、当時はなんかすごいなと思って新しい分野を開拓したつもりでいたんですけど、大学の仲間たちとかドン引きでしたね。あれはなんかよっぽど悩んでたのかなみたいな、宗教に行っちゃったみたいな、やっぱ見られ方はそうなんだなと思いつつ、その間にいろんなスキルは身についたし、
ありがたかったなと思います、うん、最後だからアメリカに人事論になったんですよ、はい、でその時にもういや一度幸福実現とみたいな、はい、この政治の仕事を携わってもう一回宗教ですかと、もうじゃあ僕辞めますって言ったんですよ。でもそしたらいや辞めないでみたいな感じになったんで、じゃあ好きにしてよければアメリカ行きますよと言って、それでフリーハンドになったんでニューヨークに住んで、でワシントン DC に通いながら何かしら共和党とのパイプを探してたっていう、そんな感じですね。そこででもパイプができちゃったってことですよね。まあそれ運が良かったと思います、ね、そもそも民主党と共和党ってアメリカありましたけど、自分でなんかそれは勉強したんですよ。民主党っていうのはどうやら中国べったりだし、日本にとって民主党の政権の時って良くない、まあ、今の皆さんご存知岸田政権とかもひどかったじゃないですか、ワンコになっちゃって、で共和党の時って逆に経済的にも反映するんですよね、日本が。だから共和党としっかりパイプを作って、当時中国が漁船の傀儡で尖閣にほら激突とかあったじゃん、海上保安庁、2010年頃なんですけど、これをなんとかしないと日本が中国に飲み込まれるんじゃないかっていう危機感があったんですよ。なので単身乗り込んで共和党を焚きつけて、当時野党でしたからオバマ政権で、お前ら頑張れよって言って、なんとか共和党の大統領を立たせて日本の首相とつなげて、少しでも中国に対する防波堤ができればなっていうような思いで乗り込んだんですよ。すごいね。それが2010年ですね。もう14年前です。2010年にアメリカに渡って、英語もほとんど喋れないんですよ僕。ベルリッツっていう英会話学校に通いながらレベル1から始めて、最後はレベル5ぐらいまで行ったかもしれないんですけど中学生ですねまで行ったかもしれないんですけど、共和党系の小さい税制を勉強するその勉強会、そこにたまたまひょこっと入れて、でそこで君どうしてんの、日本人だよね、何しに来たのみたいな感じになって、いやニューヨークに住んで語学勉強しながら共和党の政策を学んで日本に生かしたいんですとか言ったら、関心だね、じゃあうち出ていいよ、クローズドだけどリスト入れてあげるからっていうんで、そこに登録されたんですよ。そこから歯車が回り始めました、回り始めて、はい、アメリカ的ですね。アメリカ的かもしれません。日本じゃなかなかそんなね、日本みたいなカチッとしたところよりも水があったんだろうなと思います。でどんどん友達もできていって、はい、11年の3月に東日本大震災があったじゃないですか。であの時に一気にアメリカ中の関心も当然日本に向いたんですよ、はい、でも当時の共和党って、今のトランプの共和党っていうのはもうマイノリティも取り込んでますけど、白人による白人のための政党だったんですよ。ですよね。勉強会200人いるって言ってもマイノリティ僕一人、しかも英語喋るのはこうやってこうめっちゃアウェーじゃないですか。めっちゃアウェーですよ。ただ大震災があってみんな日本のことを知りたかったんですよ、でどうなってんだと、友達作戦で米軍は役に立ってるのかとか、お前放射能浴びてんのかとかなんかいろんなこと言われて、確かにね。で少しスピーチしてくれと、みんながあまりニーズあるからっていうんで、私4月に11年の3分間時間をもらって友達作戦に対するお礼とか、ワシントンに来た目的が共和党に喝を入れて、オバマを打ち倒してほしいという目的で行ったんで、喝入れたんですよ。お前らいい加減にしろといつまでも上から目線でね偉そうなことばっかり言ってたって票なんか取れやしないよと、もっと国民の声を聞いて生まれ変われと、頑張れよって言ったら受けたんですよ、逆にそれが、その通りだと、こうみんな支持者ですからね集まって、そうだそうだみたいになったんですよ。でその勉強会にたまたま共和党全米委員会のナンバー2のシャロン・デイという人がいたんですよ、であっちから名刺を渡してきて、あなたのスピーチ素晴らしかったと、今度共和党本部に遊びにいらっしゃいとなって、私5月から出入りが自由になったんですよ。そこから当時の日本の民主党政権のこととか、アジアといっても一括りじゃないんだよと、日本も中国も韓国も全然違うから、そういった組織をマイノリティの別に作らないと選挙の票にならないよとか言って、もう組織改革のアドバイスまでバンバンやってたんですよ何もやそれでなんか受け入れられて、2012年にアジア担当の顧問、共和党のって感じなんですか。そうです、共和党全米委員会のアジア担当です。すごい。それで日本とアメリカ行ったり来たりしながらやり取りを始めていって、そこで紹介された本部で当時のアメリカンコンサーバティブユニオンの議長さんから日本でも一緒に保守運動をやろうよってなって JC を作れよって言われたんで、それで3年ぐらいかけて仲間とかを募って、そして今の JC を作り上げたっていう感じですね。なるほどね、そこでトランプに注目したわけですよね。そうです。共和党大会とかで彼が話すとアメリカ中のそのスタジアムに集まった人がもう湧くわけですよ、スタンディングオベーションで。それなんでなんですかね。
やっぱりね、当時から彼正直でまともなことしか言わない。あと知名度はもともとあったし。もともとありますし、でも他の候補って、いわゆる今有名なポリティカルコレクトネスって言うんですか、ポリコレって言うんですか、綺麗事なんですよ。いや、本当に。綺麗事響かないんですよ。響かない。でもトランプは言うことは響くんですよ。で、みんな受けるんですよ。これで決まったねと。共和党候補これでヒラリーに勝てるねと思って、だよねってこう ACU とか共和党の仲間とかに言うと、いやトランプだけはダメだと。なんで彼はエンターテイナーに過ぎないと。まあでもこんなこと言っちゃあれですけど、僕もやっぱアメリカで育ってトランプさんのイメージは当時そうでした。いやこんな冗談じゃないけど言うてねみたいな。でまあ日本とか世界の報道がもうそうでしたもんね。そうでしたね。はい。でまあ相葉さんはでも彼の人気とか言ってることを見て、そうもうとにかく有権者たちの反応を見たわけですよ。けど意外と何かエリート層はそうじゃないと。なんか共和党もこれはいまいちこう複雑だぞっていうのは初めて分かって、けど勝たせたいわけですよこっちは。友達がどんどんアメリカでいなくなっていく中、双葉社さんっていうね日本の出版社がその共和党の仕事してるっていうんで、なんかトランプの本書いてくれませんかっていうんで、これは渡りに船じゃないですか。なんかねトランプ革命って今日持ってきたんですけど、この本を書いていつですかこれは。2015年に書き始めて、当選の前ですよね。2016年の3月に出版ですね。だから世界中がトランプは頭がおかしいおっさんだって言ってた頃に、これなんかね世界で初めてトランプを応援する本見たことある。世界で？そうそうそう。でこれの英訳版のこう要約サマリーがトランプ時代に渡ったんですよ。それすごくないですか？で一度会いたいってなって、それで共和党全米委員会通じてフロリダですよね、フロリダのキャンペーンの会場で初めてトランプと会って、本の直筆のサインまで直筆サインですよね。直筆サインまでいただいて、こっからですトランプとの本当の付き合いが始まった。これは日本でそこそこ売れたってこと？売れましたね。アマゾンのベストセラーにも。やっぱちょっと話題にはなってたから。そうで今年電子書籍にしてほしいということで選挙の年だから8年ぶりですけどこれを復刻されてるような感じになりましたね。それでいうと宣言の目じゃないけどだいぶ早かったと思います。だから株でいうと一番底根の時ですよまさに底根の時に直前のね、面白い。でも結局トランプがそれでこう勝ち上がって共和党の公認候補にもなってからは戻ってきましたね。やっぱ J がさすがにそうですよね、言う通りだったねみたいな感じになって、調子いいなっていう感じでありましたけど、みんな戻ってきたしドラマはいっぱいあったわけです。それをでも伝えてたのが日本人っていうのがそうですね、すごくないですか？自分では普通にやってたつもりでした。でもそこから当選して流れが来て、でも2020年の選挙あったじゃないですか。あれはひどかったですね。真相はあるんですか？真相はだからそういうことが全然平気に行われる世界ってことですよね。いやだからもう当時もっと前から民主主義はアメリカは本当に終わってたっていうことだと思いますよ。ショックでしたね。でもあそこでトランプの Q アノンの活動っていうか、陰謀都市伝説を扱ってる僕からしたら、なんかうまいの新しいのうまいの出てきたなみたいな。もともとはネット上の書き込みでなんかバズったところから始まるんですよ。そこからトランプの選挙にこれ使えるんじゃないかって思った陣営のメンバーが一部いたことは確か。トランプが有利になるような組織ではあったってことですよね。動きはありました。けどそれをトランプ政権がやったかっていうとやってないです。別にそういうわけでもなく。やってないです。民間でトランプをサポートする連中がであり、いろいろ動きは陰でやったりしたところありました。でそこに大衆が乗っかったり、ほぼ大衆だとは思うんですけど、あることないこと、ホワイトハットがなんとかとかニセラギセラがなんとかとか、実はねもうトランプは今でもアメリカ大統領で軍を掌握してますとか、いやあるわけないでしょっていう。で途中でこれちょっと自分たちの手に負えないところまで来ちゃって、勝手にねトランプにとって不利になるぞと、逆に動きとしてということで知らんことにしといてくださいっていうことでわたわたと、でパシッと切ったと。だってそれで国会議事堂の襲撃が1月8日でしたっけ？はい、6日ですね。6日か、はい、あったわけじゃないですか。あれもだから関係ないっていうか、ひどい話で全部真逆なんですよ。あれは陰謀あるんですか？あれは民主党が仕掛けたんですよ。やっぱそうですか？仕掛けました。それ間違いないですか？間違いないですよ。これも証拠映像も残ってるわけですよ。内側から警備兵がこっちこっちっておいでおいでして人入れてるんです。そういうことまでしなければ入れるわけないんですよ。で入り方みんな知らないですから、そもそも。トランプの家でさえそれじゃないですか。そうでした。だからそもそも国会議事堂であんな自由に入れるわけがないんですよ。ルートも案内してる警備の人、そういう映像とかを全部当時の下院議長がそれ入手して、当時フォックスにいたタッカ
カールソン、タカカールソンね、今度報道官候補になってますけど、タカカールソンに渡してこれを解説フォックスでやってくれとおっしゃーになったんだけど、それやる前に彼はフォックスクビになっちゃったんですよ。そうですよね。あれはだからそれをやりそうだったからとか、真実を言い過ぎてそうタイミングとしてはそれにもかかってたんですよ。だからもうあの手この手で潰されたと。でトランプが悪いから弾劾裁判という魔女狩りですよ、でも今回トランプが政権に就いたのでいろんなことをめくってきますから、これからっていう予定ですもんね。はい、めくってきますんで、襲撃事件のこともちゃんとけじめつけさせると思います。で、一番の問題は今回の不法移民のことともすごく絡んで、メキシコから大量にやってくる連中、マフィアと一緒に犯罪と一緒にやってくる、これを止めなきゃいけないっていうのも今回国境問題すごく大事なんですよね。あれはやっぱ民主党が裏で意図的にやってる、そうです。票をもう膨らませるためです。あ、票のためなんですか？票のためです。不法移民でもとにかく票を稼ぐと。何それ、はい、移民爆弾と呼ばれてましたね。移民爆弾を炸裂させて激戦州でも勝ち上がるっていう作戦を取りたかったみたいですけど、今回の選挙ではどんな手段を使ってきても圧倒的な票差で俺たちは勝つというのが大戦略だったんですよ。それを見事にやってのけてものすごい圧勝になったということだと思います。圧倒的にね、はい、不法移民者を入れまくって犯罪とかやっぱやばかったですかね。やばかった。ね、僕もちょうどいない間の 4,5 年間だったのでアメリカ10万円まで万引き OK バカみたいなどういうことって、いや本当に地獄みたいになってますからね。それもやっぱおそらく移民が増えすぎた結果、まともにグリーンカード取って市民権取ってね、試験も受けて面談まで受けて移民の人たちがアメリカ国民になるとすごいハードル高いじゃないですか。でもそういった人たちがちゃんと正規雇用でお金もらうよりも不法移民の人たち安くで済むんですよ、で大企業にとっては安い労働力の方がもう、コストかかんなくて済みますからどんどん解雇されちゃうわけです。そうよね。でみんなホームレスみたいな目に遭うわけですよ。だから民主党がもともとこのマイノリティのためとかに頑張ってた政党という売りで票を集めていたのに、今回はもう本当恨まれてマイノリティもなくして、それを全部トランプが俺が面倒見ると。だからすごいのが、僕もねパーティーで現地の人と話して今回ヒスパニック票が過去一多かったみたいな。多かったみたいですね。それもすごい流れで、黒人票もですよ、こんな危なっかしいところに遊びに行ったので、そこで必要になってくるのが今回もスポンサーしてくれてるエクスプレス VPN。 エクスプレス VPN を使用していれば仮想サーバーを通ることでトラフィックを 100% シャッフルしてくれるので、誰もみんなの活動を監視することができません。そしてエクスプレス VPN のもう一つの便利な点は、サーバーが105カ国にまであるので、ワンクリックでデバイスの位置情報を切り替えられるので、自分が別の国にいると思わせることもでき、特定の国でしか見れない動画サイトにもアクセスして何千もの作品にアクセスすることができます。概要欄のリンク expressvpn.com 直木マンションからであれば ExpressVPN を追加3ヶ月無料で使用可能になるので、ぜひチェックしてみてください。そう考えると相葉さん的に日本には普段住まれてますよね。はい。もう日本のメディアテレビとか、そのマスのネット記事とか見ててどう思います？トランプが当選する前と後のこの引き続き変わらずな気もするんですけど。まだ変わらないですね。変わらないですよね。まだ変わらないですよね。まだ変わらないの大丈夫なんですかっていう。本当にディープステートっていう人たちがいて、である意味それが日本にも手こ入れしてる感じなんですか？あると思いますよ。だから確実に分かっていることは、既得権益層ってのはいるはずで、それは陰謀論的な表現じゃないんですよ。まあ事実ですよね。事実ですから、その人たちは自分たちの利権を守りたいですから。それは長い間作り上げてきて、お金もガッポガッポ、それに対して新興勢力が応戦するっていうのはどこでもあることで、その歴史と岩盤の強さというのがガチッとしてるというのがアメリカもそうだし、日本もそうですねと。笑っちゃったんですけど、選挙の隠れハリスって隠れハリスって何やねんってみんななんかコメント欄も初めて聞いたわ、隠れハリスって。それを正確に言うんだったら隠れアンチハリスはいっぱいいました。隠れトランプが2016年の選挙で山ほどいたように、実はいた。今回は隠れアンチハリスはいっぱいいた。だから面白い。もともとハリスは途中から失速してきたとか言われますけど、いや失速も何もないんですよ。そもそも加速もしてないので、そもそも注目もされてない。何にも。しかも今アメリカ人が一番怒っている移民問題の彼女責任者なんですよ。そうなんだ。そうだ。ハリスがこんな目に俺たち合わせたんだろうと。それでやっぱりみんな気になるのは暗殺。あれはもうただの事実そのままですか？暗殺について分かってることを言うと、なんか自作自演とか言われてますでしょ、ありえない、そんなことは。いやだってさ、ここを撃ってあれを自作自演するんだったら無理です。ねえ、あのライフルでどんな専門家に聞いても、寝た状態で140メートルの先を狙ったら100発100中なんですよ。
絶対に当たるんですって。外すことはほぼありえない。それがもう本当にあの角度だったから。でも完璧の角度でそうです外したじゃないですか。外したんです、はい、ここでもしトランプが暗殺されるとしたら内側からの手引き以外にはありえないと。だからまさにそれは今回内側からあっただろうなというのは一つあると思います。ですぐにシークレットサービスの人も女性がね長官でしたけどクイッとやめちゃいました。やめちゃいましたよね、はいはい、もう奇跡いや本当にね、あんなこと映画でもやらないですよ。やらない。茶番すぎますもん映画でやんないやったら。だからあそこから流れが一層トランプの側に来たのは確かですね。間違いなく。あれを見てイーロン・マスクは翌日ですから電話かけてマジかサポートするからってなったんです。翌日なんだ。そうです。あの事件は本当に世界線を変えましたねえ、本当にそれのおかげでワクワクする面白い時代がようやっと訪れ、いや本当そうですよね。助かってくれたから今でこそ言えますけど、はい。いろいろだから表に出てくる。これから出てきます。はい、だから今回ハリスンの支持者に異常にセレブが多かったわけじゃないですか。はい、ビヨンセとかデカプリオとかハリウッドたち、はい、ハリウッドという世界はですね、もう民主党の牙城なんです。ドミニッションなんですよ。大きな意味で例えば LGBT とか同性愛とか、全部ね。そうそうそう。あれでね世論操作できるんで昔から民主党の持ち物なんですよ。ディズニーもそれで叩かれたりとか。そうです。そうです。だからポリコレをやたら押してみたり、LGBT を押してみたり、そういうことに反対すると、つまり私がトランプを押そうかななんて言った瞬間からもう映画出れなくなりますから。しょうがないっちゃある意味困っちゃ困。そうです。まあ利用されちゃったっていうのがじゃあ大きい。そういう人たちもいます。反抗精神で戦えるのは独立系で何がなくてもやっていける名声を確立した人たちだけです。メリギブソン。シルベスター・スタローン、はい、クリント・イーストウッド、はい、ああクリント・イーストウッド、そっか。あとこの間ねフロリダでも僕紹介もしましたけれどもサウンド・オブ・フリーダムの主演をしていた、ジム・カビーゼル。メル・ギブソンの映画に彼は必ず出るんですよ。ジム・カビーゼル、イエス・キリスト役でも2005年だったかな出てましたから、はい、みたいな人たちがまあ声を大にして、はい、真実を一応ね語り始めてて。そうですそうです。だから本当に国民が勝ったじゃないけど、国民が勝った、ね、国民の勝利ですよ。でここから日本がどう学ぶかでしょうねこれから。これはでも日本はどうなるんですか。トランプ 2.0 の一番の目的は2つ。とにかく国内問題です。国境の不法移民のことと、それから経済の復活ですね。この2つが彼にとっての集中する戦略なので、日本とか外交はある意味後回し。けれどもフォーカスしてるのが中国問題なんですよ。なので国務長官にも国家安全保障の補佐官にもバリバリのゴリゴリの反中派を2人置きましたね。やっぱ中国がだいぶそういう意味では侵略してきてるんですか。侵略してきてるのもありますし、中東問題とかウクライナ問題って当事者じゃないからアメリカが仲介役なのですぐに成果になりにくいんですよ。トランプ1日で終わらせと言ってますけどね。けど中国問題ってアメリカにとって当事国なんですよ。もう経済問題も安全保障も技術も盗まれてるから、その意味ではやりやすい外交なんですよ。なるほどね。成果も出しやすい外交なんです。あそこどうなるんですかね。ハマスとイスラエルのあそこの。ネタニヤフはトランプが当選して一番最初に電話しておめでとうって言った外国の首脳なんですよ。それぐらいネタニヤフはトランプのことを待ってたんです。だからその意味でトランプはイスラエルに話しやすいです。ここまでに終わらせてくれと。でこっからここまではちゃんと自治を認めてやってくれっていうのをネタニヤフに言いやすいんですよ。なるほどね。はい、トランプはイランに対してもじゃあどういう立場かというと、もちろんイスラエルを軸にしてですけれども早く終わらせるからバイデンみたいなひどいことにしないからっていうような言い方をしてるんです。まあまあまっとうなやり方ですよね。11月の1日、はい、彼は投開票日直前だったんですけれども、ミシガン州の中東アラブ系のとこだけのコミュニティの街に乗り込んでったんですよ。それで対話集会やってるんです。でびっくりしてるんですよ。もう一番のアメリカでの中東系の人たちのコミュニティにトランプがやってきたと。ハリスは来なかったんです。トランプは行ったんですよ。大歓迎ですよ。そこでね勝負ありっていうふうに僕は一つ思いましたよ。なんか勝負どころじゃないけどちゃんと面と向かって語れるし、さっき言ったその正直者なところが多分みんなに買われてるんでしょ。そう分かる。だからこの人が言ってることは信用していいと。だからキム・ジョンウンですらね合ってるミサイル防衛ですらひょこひょこ出てきて38度線で握手するんですよ。それがだからやっぱすごい、ね、そういう力があります。はい。ちなみになんですけどロバートになったわけじゃないですか。はい、公衆省でしたっけ。そうですね。日本でいうところの厚生労働省。あの辺をがっつり調査して、はい、
みんなの健康を守っていくよって言ってるわけじゃないですか。これ仮に彼ががっつり調査してやばかったですとかちょっとでもやばかったですみたいのを出したら日本とかどう反応するんですかね。いくつかのストーリーは考えられるんですけど、はい、アメリカおよびアメリカ周辺国ヨーロッパとか、はい、アフリカも含めて、はい、南米大陸も含めて激震が走るでしょうね。向こうでは激震、まず激震でやっぱり打たなくてよかったになって大訴訟合戦になると思います。そうなってくると日本だけが今日本ねだって村なんですよ。やっぱまだ村でアメリカがそれやっても村ですかね。村で日本にみんな避難してくる可能性ありますね、悪い人たちがで日本だけで最後の金儲けをしなきゃと駆け込み寺みたいなやばいっすよ。になりますよ日本は。日本やばいっすよ。やばいです本当にやばい、言いづらいかったらあれですけど石破さんはどういう扱いなんですかね。そうですねいやいやまあ僕何がこれ大事ってこの対談において一番強調したいのはさっきも言ってた本当の外交本当の人間関係人と人との付き合いを要は十数年前からやってたわけじゃないですか。だから今こうやってアメリカとも対等に語り合えてる。で僕も会場とかにいて「J 相葉」みたいな感じで言うんすよ。CPAC の議長の方とかが「おーすげえ相葉さんこんなすごいみんなの前でフューチャーされて」みたいな。なんかそれもね「石破」ってなるわけじゃないじゃないですか。だから僕がお願いしたいのは石破さんもこう自分が言ったことは貫いてぜひ正直に誠の心で渡り合う。人間対人間でトランプは付き合いたい人なんですよ。そういう風になっていただきたいなってこれからそれアメリカ人はそういうのは好きなんですよ。いや僕もそうなんですよ。くだらないこと話してないで別に怒ったりしないから正直に話そうよっていうのが今必要ってことです。絶対必要、でなかなか日本はそういう文化がないっちゃあれですけどなかなかね回りくどいっていうか本当に世界と対等にやりたかったらそれぐらいできる人が前に出てこないとでこうやって多分相葉さんと動画も出してこういう人が裏に実はいるんだみたいなこういうのがもし広がったら今後加速したら日本変われますかね。そういった意味ではこういう人たちが増えてくれるといいですね。世界にどんどん出てって日本の良さ自信を持ってどんどん発信してくださる人が増えたら絶対変わっていくと思います。変わりますよねおそらく。今回なんで直木マンが多分みんな思ってるんですよ、はい、絶対思ってますよね。だって一 YouTuber がトランプの家に行ったって初世界でもあんまりいないじゃないですか。ないですよね。直木マンさんとしては今回トランプ邸に行きたいトランプに会いたかった一番の理由は何だったんですか。一番の理由難しいな。一番の理由、いくつか理由がもちろんあっていいんですけどもちろん全く一緒で、はい、世の真理を追求するのが大好き、はい、さっき言ったようにトランプに関しては僕も政治別にそんなね左とか右もどうでもよく、みんながハッピーになってほしいっていうだけなので今この世の中の政治家見ててトランプが圧倒的にそこぶっ壊そうとしてるわけじゃないけどムーブメントを起こそうとしてるし正直に語ってるのを見てて間違いなくこの力をロールモデルとして日本人だけじゃなくもう世界の人が立ち上がる必要があるなと思ったので、はい、これはもう会うしかないだろうっていう。なるほど。で、はい、全然天狗になるつもりはないですけどなかなか日本の政治家たちが外交じゃないけど公式的にねアポイント取ろうとしたりしてなんか固い話するよりかはフラットに、僕も陰謀論とかアメリカのとか詳しいので全部イーロン・マスクとかタカー・カールソンとかロバート・ F ・ケネディとかトランプが語ってるインタビューとかも見まくってるので情報も全部イーロンがねインタビューとかで言うのも8割9割も理解してますしなのでそういう理解した人が初めて喋ったら違った結果違う流れ埋めんじゃないかなと思ったっていうのはありますね。だって石破さん絶対知らないでしょイーロンのああいうね、何時間のインタビューとか見てないでしょ。見てない。本当に外務省のご進行を聞いてその知識しかない方結構いらっしゃいますよ。おそらくそうですよ。政治家先生、なのでそういった意味で一番会いたかったってのはありますよね、今回行けたことによってイーロンが言ってたように国民の声が今本当にお前らがメディアだよって言われてるようにこれワンチャンあんじゃねっていうのを実感しましたよね。でこれがねこの先もっと加速すれば本当にいい日本いい世の中作っていきますね。いけますよね、JFK の暗殺通貨発行権とか言われてるじゃないですか、そういう大統領はみんな狙われますよっていう真相とかって分かるんですかね。私が直接ですけどロバート・ケネディ・ジュニアから聞いた話だけだったら交流はあったと、お伝えできます。通貨発行権とかそれこそ都市伝説的に言うところ UFO の秘密をね言うとかありますけれども一番の理由をケネディ・ジュニア本人が語ってくれたのは軍産複合体だって言ってました。やっぱりそこが一番やっぱつまりケネディの前アイゼンハワーという人が大統領してたんですよ。で彼自身は
やっぱり軍縮したかったんです本当は。けれども軍の方針を抑えきることはできなかったんですね。でその時の軍の方針は大量報復型というやり方だったんですよ。つまり一発でも撃ち込んだら数十発の核をお見舞いしてやると、数十機の戦闘機で爆撃して空爆してその国を壊滅させてやると。だから大量の兵器がアメリカに必要だという大量報復型というのが大戦略だったんです。でそれに対してケネディは軍縮となる相互確証破壊という戦略に切り替えたんですよ。一発に対して一発返せばいいと。でそれだけでもお互いにお見合いになって撃てなくなると。そうするとそんなに核ミサイルもいらない、戦闘機の数もいらないと。結果的に軍縮の方針を米軍に対して与えたんですね。これが引き金になったというふうにロバート・ケネディは言ってました。戦争もしないと、武器も売れない状況になったんで退いてもらってすぐそこからベトナム戦争ですよ。だってそっからずっと続きましたもんね。もそうだし。そうなんです。これがケネディの暗殺の真相だというふうにロバート・ケネディから聞きました。絶対それ親族っていうか親戚から聞かされてる。ではまあだから CIA にやってってことですよね。そうですね。まさにこの軍を中心としたトランプを全部止めようとしてるわけじゃないですか。ロシアの1日で止めるとか。そうです。もう完全に流れはそれに沿っちゃってるわけじゃないですか。そうです。だから2017、18、19、20って大統領の就任期間で戦争が起きなかった本当に珍しいですよね。大統領だったんで、その間軍産複合体はもう全く商売ができなかったんですよ。それでどんな手を使ってでもトランプにもう退かせてバイデンにしたら、もうバイデンなんかもうただのおにゃんこですから、もうあっという間に1年後にウクライナ戦争、その2年後にイスラエルとガザの紛争で、本当は第3次世界大戦ぐらいまで持ってきたかったのをトランプの今回の国民運動のせいで潰されてるという、こういう状況ですよ。なんかだから資本主義の世界だから本当に闇の深いところだと思いますよ、はい、今アベンジャーズみたいなチームをね、はい、トランプが組んでるわけですもんね、はい、今までは本当だからザ官僚みたいな人たちだったのに、外から来てる日本も早くこれやってほしいなと思うんです。やってほしいですね。今回イーロン・マスクとか政府の無駄を削減する省庁、ドッジってですよね、ドッジって名前つけて、いわゆる政治任用ではない官僚も半分ぐらい減らすって言ってますからね。さらに風通しを良くするって言ってるんですよ。すごいよ。日本もマジやってくれて、どんだけね変わるか。そしたら、はい、アメリカの今の流れから学ぶことはすごく多いので、いや多すぎるなぐらい。これが本当の人付き合いであり、だから別に政府の官僚だよなんならじゃないくても、ちゃんとそうやって信頼関係を築き上げれたら、別にみんながそれ一番そうですね、大事なことですからね、はい、雲の上の人だと思ってるトランプでさえ別にねこうつながるじゃないけど、すごくいい人ですから。本当ですか。もうメディアが言うような気の狂ったおじさんとか全くないですからものすごい知的で穏やかな紳士です。確かに穏やかっすよ。生で見るとそう本当穏やかですから、なんか柔らかさがメディアと全然違う。全然違います。温厚な感じはありましたね。温厚です。本当に温厚ですし、人種差別主義者とか冗談じゃないですよもうトランプ陣営には昔のね共和党は白人ばっかりだったんですけど、もうマイノリティだらけですから。確かにアジア人もいました、ね、そうなんですよ。ボディーガードしてるのもアジア人もいたじゃないですか。ですよね、はい、まあまあだからそういうことですよね。この CPAC、はい、まず日本では反響はあるんですか。1000名ぐらいの規模でやらせていただく予定です。今年も開かれるんですか。はい、12月の15日にベルサール渋谷ガーデン、政治系の YouTube ご覧になってる人たちだったら多分オールスターキャストになってると思います。海外からも来られるんですか。はい、トランプ政権移行チームから今人選中なんですけど、2025年の新しい激動の日米関係、世界の動きを動画でも知ることができない、本当のライブを皆さんに味わっていただく一日になるかと思います。トランプ期間の方そうですね。トランプの期間なんか新しく出る予定ありますか。今のところこれが最新刊なので、ね、トランプ後のその世界の行く末についても載ってますし、今度閣僚になるメンバーいっぱいインタビュー取ってますので、まあこれからこういう4年間が来るよっていうのを一旦これを読めば分かるってことですね。読んでいただければ分かると思います。マスメディアなんか見てる暇あったらこっち見た方が世の中の流れであり、はい、アメリカと日本のこの関係でありっていうのは、アメリカファーストのシーンもそうですし、トランプの考え、頭脳とそれから彼のハートが全部この中にあります。分かるっていうことですよね、はい、まあトランプお墨付きのまあ今後も本当よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。